Hey guys! It's 春野。こんにちは、春野です。今日は私が一番最初にカナダで滞在したホテルの3日間の様子を皆様にシェアしたいと思います。私が入国したのは5月だったんですが、その時はカナダ人の方も、外国人の方も海外から入国する際は必ず3日間政府指定のホテルの中から予約をして滞在しなければいけない、隔離をしなければならないというルールでした。で、隔離は2週間なので3日間だけそこに滞在して、空港で PCR チェックをした時の結果がその3日間、の間に、結果をもらえて、陰性だったらおのおのが手配した隔離場所で残りの11日間の隔離を続けるっていう感じなんですね。なので、私がね滞在したホテルはエグゼクティブホテルバンクーバーエアポートっていうホテルでした。お部屋はねこんな感じです。どうでしょうか。結構広いですよね。私もねついてちょっとテンション上がりました。ソファーのスペースと、あとそれと別でしっかりベッドのスペースがあって、バスルームで部屋の中にもね電子レンジ、冷蔵庫、シンクがあったので、本当にね広々として、あんまり窮屈さとかストレスは個人的には感じませんでした。あと良かったのは、私の部屋にはバルコニーがついてたんですね。なのでそこをちょっと開けたら空気の入れ替えだったり、お日様を浴びたりっていうことができたので、なんかね3日間ぐらいは本当にのびのびと過ごしていましたね。で、1日3回食事が、出されるんですが、食事はねこんな感じでした。食事の時間が決まっていて、時間になると私の扉の前にスタッフの方がポンと置いてくださるんですね。でドアを開けてもらうって感じなので、スタッフの方とは直接話したりとかコミュニケーションを取ることは全くなく、隔離なので、そういうルールになっていました。で食べ終わったらゴミをまたね外に置いとくと、それを片付けていただけるんですよ。食事の内容なんですけど、私は結構好き嫌いなく何でも食べられるので全部美味しかったです、本当に。はい、一番でも美味しかったのは写真にもあったチキンシーザーサラダがね一番美味しいなと思いました。はい、でそう食事は美味しかったんですが、びっくりしたことは食事の量ですね。私結構普通にしっかりご飯食べるタイプだと思うんですが、隔離中ってことであんまりいつもより歩いたりとか運動したりしないじゃないですか。なのでお腹はねそんなにペコペコになることってあんまりないんですね。でその中でボリューム結構多いんですよ。私が普段食べる2倍から3倍ぐらいのご飯の量があって、その量はね多く出していただいているのか、男性の方もいるからそうなのか、カナダの量なのかわからないんですけど、結構ね多いなって感じました。
あとはクッキーのサイズがこんなんなの。本当に大きい。それもびっくりしましたし、晩ご飯の時にいつも晩ご飯プラスチップス、ポテトチップスが1袋いただけるんですねこれはねカナダのスタイルなのか、退屈しないようにこうスナックもいただけてるのかわからないんですが、こんだけご飯いただけてプラスお菓子が結構多いなって思ったのが正直な感想です。なので結構食べないものがあって、でももったいなかったので、そのまま私はね次の隔離先に、スーツケースに詰め込んで持っていきました。こんだけねご飯余りました。隔離が私にとって初めての経験だったので、行く前は結構しんどいのかなとか、退屈するかな、大丈夫かなって不安だったんですが、終わってみて本当にね全然大丈夫だったなっていうのが私の感想です。ホテル隔離はたったの3日だけだったので、最初は到着、お風呂に入ってご飯食べます、終わりで、あとの2日間はヨガマットを持ってきていたのでヨガをしたり筋トレしたり、友達家族と連絡を取っていたらあっという間に移動日になったっていうのが私の感覚ですね。で、その3日間の間に空港でした PCR チェックの結果がもらえて、私は無事陰性だったので、事前に自己手配していた別の隔離先に移動して、残りの隔離を続けることになりました。またそちらの様子はね次のビデオでシェアしたいと思います。はい。で、隔離中に毎日しなければならないことが一つだけありました。それは携帯にアプリを入れて、そのアプリで体調ですね、熱ありますか、咳出てますか、大丈夫ですかっていう、そういう体調管理の報告だけ毎日、しなければいけなかったんですが、それ以外は自由に過ごすことができるので、はい、私はね全然平気でしたねはい、なのでまた次のビデオでもいろいろ隔離の続き、そして隔離後のこともシェアしていきたいと思います。このビデオが面白かったと思ったら LIKE、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー。